さっさともてなしなさい。少し考えればもっと事前に準備ができたでしょう。わかってますよ。今行きますから、そう焦らないでください。あと3分です。はあ？その3分はどこから出た数字なのよ。でたらめ言ったら許さないから。大丈夫ですよ。企業がそう言ってるんですから安心ですよ。企業？はい、どうぞ。冷めないうちに召し上がってくださいね。何よこれ、カップ麺じゃない。お客様が来てるのよ。どういうつもり？お母さんの真似ですよ。何か文句でもあるんですか？恥をかかせるなんて許せない。ふざけるのも大概にしなさい。何がいけないんだか私にはさっぱりわかりません。お母さんをリスペクトしてのことですよ。私の名前はあや。23歳になったばかりで、まだまだ大人として未熟な部分も多いとは思います。そんな私が夫と結婚したのは2年前のことです。私たちの結婚生活は思い描いていた通り、お互いを尊重できるいい関係だと思います。仕事にも慣れてきて、成績も上がってきたし、やりがいを感じられるようになってきた頃、お互いに子供を望んでいなかったので、しばらくはそれぞれのやりたいことを尊重するつもりでした。とは言っても、自由すぎるのはいけません。仕事にプライベートに少しずつすり合わせながら、私たちなりにやってきたと思います。二人とも働いているということで、家事はざっくりと分担していました。そんなラフな感じが私たちには合っていたのですが、それが気に入らないのが義母でした。義母のトミさんは昔かたぎな人で、考え方がちょっとばかり古いのです。だから私が仕事を辞めないことにも家事を分担することにも猛反対。うちの大事な息子に家事なんてさせて、あんたのしょうもない仕事なんかのせいで。結婚するまで義母はずっとこんな風に文句を言い続けていました。同棲している時も結婚してからもこの態度は一向に変わりませんでした。結婚してしまえば多少は変わるのかと思いましたが、むしろ陰湿になっていきました。結婚してからは夫に見えない場所で私にだけ嫌がらせをするようになったのです。実の息子に見られるのはさすがに罰が悪いのか、私だけが家にいる時を狙って押しかけてきます。そして決まって何かにつけて文句を言い散らすのです。あやさん、あなた家でゴロゴロしてばっかりで、一体何ならできるっていうの？家事を分担するだけでも恥さらしなのに、自分はサボってばかりじゃない。サボってません。お母さんが来る前にいろいろと家事を終わらせたんです。今日は早めに家事を終わらせて趣味の時間を取ろうとしていただけじゃないですか。趣味？あんたみたいな人は汗水垂らして旦那のために努力するべきなのよ。息の詰まる生活をしていたら彼にも影響が出るとは思いませんか？我が家はお互い仕事も家事も一緒に調整していくと二人で決めたんです。何よそれ。あんたの地味な雑用と息子の仕事を同じように取らないでくれる？雑用って、どうせお茶組みでしょ。上司にまずいお茶を作るくらいなら夫に尽くしなさいよ。そんなこと言うのやめてください。うちの会社はそんなステレオタイプな会社ではないです。姑に口答えをするなんて、教育もできない会社であることはよくわかったわ。義母はいろんなことをこじつけて、とにかく私を攻撃したいのだと思います。姑に対してリスペクトがないだとか、言い返すなんておかしいだとかが捨て台詞でした。そもそもあなたに教養がないのが悪いのよ。義務教育どころか家庭で学ぶことよ。育ちの悪さが出ちゃったのかしらね。親御さんも頭が足りなさそうだものね。私はいわゆる一流大学ではないものの、大学を出ていますし、両親も愛を持って育ててくれました。これまで両親の教えに疑問を感じるような周囲との大きな違いはありませんでした。私が気に食わない顔をしていると、義母がすかさず見つけて怒鳴りました。その態度がおかしいって言ってるのよ。私が正しいんだから、言うことを聞いてなさい。顔に出す私も大人げないのかもしれませんが、結婚してからはずっとこんな感じです。最初のうちはニコニコしていましたが、そろそろ限界なのです。とはいえ、夫が仕事で疲れているのも知っていたので、
こんな争いは自分で解決しようと思っていました。よくある嫁姑問題だし、自分だけで戦おうと思っていたのですが、義母の嫌がらせは日に日にエスカレート。はい、これお土産ね。テレビでやっていた有名店のお弁当よ。ありがとうございます。いいんですか？この日も突然やってきた義母が持っていたのは高級店のお弁当でした。私がありがたく受け取ると、義母は鼻で笑いながらもう一つ袋を渡しました。そんなに嬉しい？あんたはこっちよ。庶民に愛される味で安心よね。そういう義母が私に手渡したのは、袋に一つだけ入ったカップ麺でした。え？これって…あんたに高級なお店の食事なんてもったいない。慣れた味でせいぜい楽しんだら。私ったら配慮のできるいい姑だと思わない？慣れてないものはびっくりしちゃうものね。私はあまりにも意表をつかれてリアクションも取れずにいました。何？お礼も言えないの？いえ、ありがとうございます。私の何とも言えない表情を見て満足そうな義母。あの子に食べさせるのはやめてよね。こんな添加物ばかりのもの食べさせられないわ。でも彼、こういうのすごく好きですし、置いておいたら食べるかも。妻としてのプライドがないの？あなたの料理がまずすぎて食べるしかないんじゃない？義母は私のことを散々悪く言った後、満足そうに帰っていきました。その後も同じように夫には有名店のお菓子やお弁当を差し入れる義母。私には毎回カップ麺を持ってきました。正直カップ麺は美味しいし悪い気はしていません。私が気になるのはそれについてくる義母の嫌味。カップ麺ばっかり食べてその貧相な体が余計に醜くなるかもね。私だってちゃんと食事を作っていますし、カップ麺くらいでそんな。いいものがわからないような人が作ってるとか言わないでよ。結局何を言っても私が悪くなるように攻撃してくる義母。普段カップ麺を買わないのに、あまりにも家にあることが増えたので、夫も気づいた様子。最近カップ麺にハマってるの？そんなことはないんだけど。嘘をつくのは嫌だったので、仕方がなくこれまでのことを夫に話すことにしました。そんなことがあったの？言いづらかった？何も助けられなくてごめん。夫は私に平謝り。これまで私が受けていた嫌がらせの数々を夫に打ち明けるのはとても勇気がいることでした。いつか何かの役に立てばと録音やメモを欠かさなかったため、それを聞いてもらうことに。夫は実の母親の肉声で発せられる嫌味を聞き、絶句していました。俺から話してみるから、少し時間をくれないか？息子としてちゃんと話すよ。これは俺がきちんとけじめをつけなくちゃいけないことのような気がするんだ。夫の申し出はとてもありがたかったのですが、言ってわかる人だとは思えませんでした。それに、私はこの行為がかなり危ういことに感じていたのです。きっと、チクったって逆上すると思う。だから逆効果になると思うんだよね。今度、お母さんが友達と会う場所をここにするって言っていたの。俺がいない日に？いつもそうだよ。あなたがいない時を狙ってる。もし許してもらえるなら、そこでちょっとした仕返しをさせてもらえないかな。私は夫に仕返しの内容をすべて話しました。一瞬ためらったようにも見えましたが、義母の態度が変わらないなら結婚していいとのこと。そして当日、私は義母の行動を伺うことにしました。義母から言われていた通り、義母は友人2名を連れて我が家にやってきました。ほら、さっさとお茶を出しなさい。話した通りに食事も用意したわよね。準備していますよ。先にお茶を出しますから、ゆっくりなさってください。義母からは昼食を準備するように言われていました。言わなくてもわかるでしょ、と念押しした義母に、私はにやけが止まりませんでした。だって、私の仕返しの決め手となるのは、この食事だったからです。私はもちろん、しっかり準備をしていました。今日、この瞬間に、ちょっとした復習をすると、心に決めていたのですから。義母は上機嫌の様子で、友人たちと世間話をしています。
ちょっと、まだなの？どうして食事もまともに出せないのよ。そのうち、義母が怒り始めました。特に合図ももらっていなければ、まだ12時になったばかりです。どこまでも自分勝手な人だなと思いながら、なるべくテンション高めに返事をします。はーい、今すぐ。さっさともてなしなさい。少し考えれば、もっと事前に準備ができたでしょ？どうしてそんなに要領が悪いの？家事を分担するからこんなに怠惰になるのよ。はいはい、今行きますから、そう焦らないでください。あと3分です。ああ？その3分はどこから出た数字なのよ。でたらめ言ったら許さないから。大丈夫ですよ。企業がそう言ってるんですから安心ですよ。はあ？企業？お待たせしました。さあ、冷めないうちに召し上がってください。私はそう言って、3人の前にカップ麺を置きました。お湯を入れ、あとは出来上がるのを待つばかりの状態です。何よこれ、カップ麺じゃない。お客様が来てるのよ。どういうつもり？お母さんの真似ですよ。何か文句でもあるんですか？私の返答に対して驚いた様子の友人たち。お母さんはいつも私にカップ麺の差し入れをしてくださいますよね。夫には高級店のお弁当をくださるし、私にはカップ麺をくださるので同列なのかと。はあ？義母の友人たちは想像したのかクスクスと笑い始めました。恥をかかせるなんて許せない。ふざけるのも大概にしなさい。何がいけないんだか私にはさっぱりわかりません。お母さんをリスペクトしてのことですよ。あんた正気？そもそもカップ麺なんてありえないに決まってるでしょ。どうしてですか？いつもお母さんが私にやることを真似したんですよ。義母の友人たちは私と義母の顔を交互に見ています。それってどういうことなの？まさかお嫁さんに意地悪してるの？一人が思わず問いかけました。義母は罰が悪そうにするだけです。私に嫌がらせがしたくてこうしてきたんですよね。もちろん気がついてますよ。でもお母さんは自分に自信があるようだったので見習わせていただきました。ああ？だとしてもこんな風にみんなの前でやらなくてもいいじゃない。悪いのは私でしょうか。私はこれまで撮りためていた証拠写真や録音データをちらつかせました。まさかそれは。これまでお母さんが私に言った嫌味や嫌がらせの数々を記録しました。今ここで再生しますか？私はもちろん構いませんけど、いいんですね。ふざけるんじゃないわよ。義母は思わぬ報復にわなわなと震えているようでした。この私に恥をかかせるなんて、嫁として失格だとしか言いようがないわ。そんな奴は離婚よ。ふざけないで。それはどうでしょう。離婚するかどうかは彼と私が決めることですから。そう言って夫を部屋に呼び込みました。今日は仕事のはずじゃ。もうやめてくれ。全部聞いたよ。信じたくないけど証拠が揃いすぎている。今日だって俺がいない日を狙ったんだろ。あやは母さんの駒じゃないんだぞ。違うの、これは。今日の態度も全部見ていたんだ。それで確信してしまったよ。こんな風にひどい対応をしてきたんだな。ここまで気づかなかった俺はバカだったよ。夫はとても残念そうな顔をしていましたが、しっかりと義母を見ていました。俺は離婚しない。でも母さんとの今後の関係はちょっと考えんものだな。嘘でしょ？どうして私が悪者になるのよ。どう考えてもこの子が。俺の大事な人をわざと傷つけようとしたんだ。俺は夫としてあやを守るよ。目を覚ましなさい。人をもてなすのにカップ麺を出す子よ。ほら見てよ、ここに証拠があるじゃない。あなただっておかしいと思うでしょ。それは母さんがそうしてきたからわざとだろ。確かに目の前にあるのはカップ麺だけど、あなたが普段そうしてるんでしょ。だったらお嫁さんが真似しても文句は言えないんじゃないかしら。あなたたちまで何を言うのよ。夫がはっきりと言うと、義母の友人たちが義母をなだめ、それにまた屈辱を感じた義母。半笑いで言われたのが相当恥ずかしかったのか、
義母の顔はみるみるうちに真っ赤に。あなたたちもふざけるなら帰ってよ。こんな人たちだとは思わなかったわ。今すぐ帰ってちょうだい。あんたたちにはカップ麺がお似合いかもね。反響欄になりながら友人たちを介して自分も飛び出すように帰っていきました。まるで嵐のような時間でしたが、これで義母が少しは懲りてくれればいいと思っていました。私の復讐はここまでのつもりだったのですが、ここから巡り巡ってかなりの大ごとに発展。一部始終を見ていた義母の友人たちは、自分たちが追い出されるところまでを事細かに周囲に説明。瞬く間にカップ麺いびりババアとして有名人になってしまいました。というのも、義母は私にだけでなく周囲にもマウントを取るような行動が目立っていたみたい。みんな大人なのでうまくかわしていたようですが、最近は度が過ぎていて気分が悪かったようです。他人をいびることしかできない人として噂は広まっていき、ご近所では知らない人はいません。少し出歩くにも後ろ指を刺され、こそこそと話題にされる日々になったようです。それに怒りを覚えた義母は私と夫に逆ギレ。玄関前で拡張器を使って怒鳴ったり、玄関に寝転んでみたりと気候に走るように。さすがに気候が目立ちすぎて近所迷惑になり、ご近所さんが警察に通報したようです。パトカーが来たのを見て、やっと我に返ったのか、焦る様子の義母。私たちが事情を説明して、それ以上ことを大きくはしませんでしたが、義母は顔面蒼白。自分がどんなことをしたのか理解したようで、やっと平謝りを始めました。それから義母と私たちがどうなったのかというと、夫主導で義母と3人で話し合うことになりました。義母は謝ってはいましたが、本質的に何が悪いのかは分かっていない様子。姑を尊重できない嫁なんて、私が謝るのは家の外で大きな声を出したことくらいよ。強気な義母に対して夫が大きなため息をつき、はっきりと拒絶しました。そうか。母さんがその考えなら、俺はもう母さんとは縁を切るよ。どうして嫁いびりをするような人を無条件にリスペクトできるって言うんだ。義母は何も言い返せないようでしたが、夫は容赦しませんでした。心を入れ替えない限り、金輪際会うことはない。そのつもりでいてくれ。そう言い放ったのです。ほどなくして私たちは引っ越しをし、本当に義母には住所も伝えていませんでした。義母はというと、これはチャンスと言わんばかりに、友人たちから総攻撃をされた様子。精神的なダメージを負って通院が必要になったとか、真偽は不確かですが、訴えられるような事態に発展。自分でまいた種だとして夫も取り合わず、義母は一人で事を収めるしかありませんでした。友人も失い、息子にも縁を切られ、もしかしたら慰謝料を取られるかもしれない状況になった義母。少し不憫かなとも思いましたが、周りからはきっかけをありがとうと声をかけられる始末。それから数ヶ月が経ちましたが、義母から特に謝罪の連絡はありません。どうやら友人たちと争っていて、それどころではないようですね。私たちは義母のいない生活をスタートさせ、これまでより自由で充実した生活を送っています。